凍 OK。はい、やってきました。この冷凍チャンネル。このチャンネルは、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる簡単で便利な冷凍レシピをご紹介している、そんな冷凍チャンネルです。今日はですね、何をやるかと言いますと、冷凍豆腐のジューシー照り焼きステーキです。豆腐って冷凍するとスポンジ状になって弾力が生まれて、いわゆるそのお肉の代わり、豆腐ミートになるっていうことを僕もいろんなレシピを出してるんですね。豆腐ってこのヘルシーで、しかも優しい味わい。それが冷凍することで変化を起こして弾力を増せて、それをお肉の代わりに使うっていうレシピがすごくね、やっぱ人気なんだなっていうのを感じました。ということでですね、今日はですね、また別のレシピをご紹介しようと思ってます。それがですね、冷凍豆腐のジューシー照り焼きステーキですね。豆腐の優しい味わいとその弾力を生かした、そんなレシピになります。で、実際にもう凍らしてまして、はい、こちらですね。これが豆腐です。まだ平らにして冷凍してるんですけども、これを使ってステーキにしていきたいと思います。では早速作っていきたいと思います。でまず最初にですね、豆腐を冷凍したいと思います。今回はこのステーキなんですけども、絹豆腐を使いたいと思います。実を言うと、絹豆腐と木綿豆腐の冷凍した時の食感って違いが出てくるんですね。木綿豆腐は冷凍して解凍すると、いわゆる高野豆腐のようなスポンジ状になって、結構弾力とか調味料を吸いやすくなるとか、そういった感じになるんですけども、絹豆腐を冷凍するとどうなるかっていうと、湯葉を重ねたような、結構ね、上品な味わいであったり、柔らかさがまだ残ってたりとかっていうところがあるんで、実を言うとその絹豆腐と木綿豆腐で食感の違い、味わいの違いが出てくるんで、どっちもね、試していただけると面白いかなと思います。で、まず、中の使ってる水分ですね。こちらを出していきたいと思います。中に入ってる水分をしっかりと切っちゃってください。で、結構その豆腐の冷凍でやられる方がいらっしゃるんですけども、このパックのまま、もうこのまま、冷凍しちゃうっていう方がいらっしゃるんですね。で、結構それはね、おすすめはしてないんですね。というのも、この塊の状態、しかも水が浸かってる状態で冷凍すると、かなりね、冷凍ムラが生まれてしまうんですね。なので、表面部分の凍り方と内側部分の凍り方に、やっぱかなりばらつきが出て、食感にちょっと違和感が出てくるんですね。あとは、解凍にもかなり時間がかかってしまうので、切って薄く平らにした状態で、冷凍するってことをお勧めしています。で、あとは豆腐の水切りって、しっかり切るとか、重しをして水気を抜くとかっていうことがあるんですけども、この冷凍豆腐に関しては、解凍した後に水気絞るので、ここでの絞り方は、切り方ですね。もうこうやって、普通に水切ったレベルで OK ですね。これを切りたいと思います。豆腐の切り方はですね、いろいろあるんですけども、ポイントとしては、同じ厚さに切るってことがやっぱ大事なんですね。ここで、この、保存袋ですね。冷凍用の保存袋。こちらに移し替えていくということですね。で、ここで、やっぱり豆腐、しかも絹豆腐の場合、やっぱ崩れやすいんですね。なので、ここで袋に移動させるときは、丁寧に優しくやってください。豆腐が凍って解凍した後は結構固まるんで、気を使う必要ってないんですけど、ここの作業ですね。ここで袋に入れるっていうときは、ちょっと気をつけてもらって、豆腐が崩れないようにしてもらえればと思います。こういう感じで、袋に入れました。平らな状態ですよね。こうすることで、豆腐が均一に凍って、しかも解凍するときも早く均一に解凍できるということですね。これがポイントですね。この8等分にすると、ここに隙間ができるのが、ちょっと僕は気になるんですけど、ただ均一な厚さに切るっていうのとやっぱ8等分がいいんで、ここはね、気にせずでいいかなと思いますね。で、この袋に入れたら、この後はですね、この、いつもの空気を抜くっていうことなんですが、真ん中に空気穴を作ってですね、で、優しく、特にこの切った断面が保存袋のフィルムに貼り付くようにはしてもらって、でその後はこの余分なところはできる範囲でもう OK なんで、空気を抜いて、で、最後口を閉じるということですね。でとにかくこの断面ですね。豆腐のこの断面がフィルムにしっかり貼り付いている状態。この状態が理想的なので、この状態で冷凍庫に入れます。はい。ではね、この袋に入れた豆腐、これを冷凍したいと思います。冷凍庫の大事なのは平らなところに置くってことですね。豆腐が凍るまでは崩れやすいので、崩れないようにトレーとか、そういった平らなところに置くってことが大事ですね。こういう感じで、平らに置いて、でこれでもう終わりですね。で結構ですね、豆腐、薄くはしたんですけども、やっぱかなり分厚いので、凍るのに時間かかるんですね。なので、しっかり中まで凍るぐらい長く冷凍するってことが大事ですね。本当に念のために、丸24時間しっかり凍らした方がいいですね。よく豆腐冷凍したけど食感変わらなかったっていう方いらっしゃるんですけど、そういう方の多くはまだ凍ってないっていうことが多いですね。
なので、冷凍してる時間が短いか、もしくは冷凍してる最中に扉の開け閉めをしてしまって、なかなか温度が冷えてなかった。ということで、中まで凍ってないと、食感の変化が起きないので、しっかり長い時間かけて中まで凍らせる、豆腐を凍らせるってことが大事ですね。はい、ということですね。豆腐凍りました。ガッチガチに凍ってます、中まで。で豆腐ってこういう感じで、凍るとこういう風に黄色くなるんですね。ただ、これ解凍すると元の豆腐の色に戻るので、ご安心くださいという感じですね。ここまでしっかり中まで凍ると、凍った時の豆腐の変化、食感の変化もしっかり起きるので、これをね、いろんな料理に使っていきたいと思います。で、今回ですね、これ解凍しようと思うんですけども、おすすめなのは流水解凍ですね。で流水解凍っていうのは、こういったバットとか、あとボウルですね、に水を溜めて、この凍らした豆腐ですね。この袋ごとそのままつけちゃいます。で、さらに、この水をちょろちょろと出して、解凍していくっていう感じですね。で、これを結構例えば常温とか、あとは電子レンジとかで解凍してしまうと、結構ね、身が崩れやすくはなるので、おすすめはこの流水解凍。ちょっと急ぎたいなって方は、ぬるま湯で解凍してもいいんですけど、解凍したらすぐ使うっていうところがやっぱポイントになってきますね。これ、まだ溶かしてる途中なんですけど、すでにね、この色が元の豆腐の色に戻り始めてますよね。こういった感じで解凍すると、問題なく使えますね。解凍したかどうかはですね、こうちょっと押していただいたときに、中までこう絞れるかっていうところで、判断してもらえればと思いますね。で、これしっかり解凍しないと、この後水分を絞るってことが、中が凍ってると絞れないので、ちゃんとしっかり解凍する、全体を解凍するってことがポイントですね。流水解凍だと、1時間ぐらいかかるんですけども、ぬるま湯解凍だと30分ぐらいですね。で、どちらも解凍したらすぐに使う。そのまま放置しないっていうことが大事ですね。そこがポイントになります。ということでね、豆腐解凍しました。こんな感じですね。で、こちらの豆腐、今回はですね、1丁約 350g の豆腐使って、この冷凍して解凍した状態ですね。で、これ中身、出してみますと、もうすでにですね、この冷凍して解凍するだけでもこの水分、豆腐からの水分が溢れ出てまして、で、しかもこの豆腐自体が、スポンジ状になっているという、変化が起きているということですね。これが木綿豆腐だと、もっとこの中の空気の部分が大きくて、より弾力が出てくるんですけども、この絹豆腐の場合、結構この気泡の大きさがちっちゃいんですよね。なので、この滑らかさっていうのも多少ありつつも、しっかりこのスポンジ状にもなっているという感じですね。実際こうやって押すと、水が出てきますね。これを絞ってあげる。っていうことが大事ですね。で木綿豆腐は比較的ギューッとしても大丈夫なんですけど、絹豆腐はやはりちょっと柔らかいので、あまりギューッとやりすぎると崩れてしまうので、この手のひらで優しく、手のひら同士で絞って、ギューッと絞るっていう感じですね。例えばそぼろ丼とか、とにかく水分飛ばしたいよって料理はもうギューッと押しちゃって OK ですね。ただ、多少その豆腐自身の美味しさがこの水分にも残ってはいるので、今回はですね、ステーキということで、この大体半分ぐらいまでギューッと押して、多少は水分残した状態でやりたいと思います。優しく全体を潰してあげると、こういう状態になりますね。ということですね、豆腐解凍して軽く水気を絞ったところですね。でここに下味をつけます。でまず塩ですね。パラパラと。で、白胡椒、粉末ですね。これを両面に下味つけておくと、ベースの味として味わいがあって美味しいですね。ただ、後で醤油とかみりんとか最後の仕上げでも使いますので、ここは控えめで OK ですね。ここでは大人向けにしっかりパンチを効かしたいって時は、ちょっと胡椒多めでもいいかなと思いますね。はい、こんな感じですね。で、ここで、最後の仕上げに使う、調味料ですね。お先に混ぜ合わせておきます。まず、砂糖が小さじ1/2、ここに入れてます。ここに、醤油ですね。醤油が小さじ1。で、今度はみりんも小さじ1です。料理酒ですね。こちらも小さじ1ですね。で、あらかじめ、これしっかりと混ぜておいてください。で、これで、調味料もね、できたんですけども、この後、フライパンで焼いていくんですが、ここで、小麦粉、表面、両面ですね。両面にこの小麦粉をかけていきます。小麦粉をかけたら、もうすぐに焼いてほしいんですね。小麦粉をつけて時間が経ってしまうと、小麦粉が水分を吸ってしまって、カリッという焼き目がつきづらくなっちゃうので、小麦粉をつけたらもうそのままフライパンに入れられるように、準備しておいてもらうといいかなと思いますね。両面ですね。小麦粉をバーッと入れます。で、結構この横側ですね。表裏だけじゃなくて、この横の部分もちょっと小麦粉をつけてもらうといいですね。こんな状態ですね。でこの状態でフライパンで焼けば、ステーキができるということですね。でフライパンは、もうサラダ油を引いて、
で、中火で入れていきます。で、豆腐自体は中までしっかりと火を通す必要はないので、表面がこんがりと焼き上がれば、それで OK ですね。ここで油をちょっと多めに入れるかどうかっていうのは結構好みなんですけど、ヘルシーに仕上げたい場合はね、少なめでいいんですけど、唐揚げに近いような、こんがりとジューシーにしたいときは結構油多めでやってもいいですね。ただね、油結構多めに入れると、それだけ豆腐が吸っちゃうんで、そこがね、結構好みかなとは思いますね。こういう感じで、もう焼き目がついたらですね、先ほど混ぜ合わせておいたこの調味料ですね、これをかけます。で、これをかけたら、もうかなり焦げやすくはなるので、その後は手早く調理するっていう感じですね。これ入れます。これでもう火は落としちゃいます。焦げやすくなっちゃうので。いいっすね。焼き目が美味しそう、これは。はい、これで完成です。はい、こんな感じで焼き上がってます。このね、焦げ目とこの照り焼きの味わい。これがですね、ほんと豆腐のこの冷凍豆腐のステーキにすごく合うんですね。で結構ね、この食感、この絹豆腐ならではのこの冷凍した時の食感っていうのがあるので、これをね、味わうと本当にこの食欲湧くステーキになってますね。ということで、出来上がりました。はい、こちらです。美味しそうですね。やっぱ焼いているそばからすごく美味しそうな香りも出てました。で早速ね、食べたいと思います。いただきます。これやっぱりね、絹豆腐を冷凍した時の特徴なんですけども、豆腐そのものの美味しさっていうのは結構ね、絹豆腐の方がその美味しさ出てきますね。どちらかっていうと、木綿豆腐の方は食感重視っていう感じですね。食感は弾力があって面白いんですけども、豆腐そのものの味わいっていうのは少し薄いんですね。でそれに対して絹豆腐を冷凍した冷凍豆腐の場合は、豆腐そのものの味わいもしっかり楽しめるんで、結構魅力的かなと思いますね。結構ね、豆腐そのものの味を残しつつも、この弾力が出て、でステーキにしても食べ応えが出てくるっていうところはね、結構ね、この冷凍の面白さかなと思いますね。今回、照り焼きにしましたけども、お好みでカレー味にするとか、例えばオリーブオイルで炒めるとか、ニンニクと合わせるとか、そういったアレンジも可能なので、ぜひ皆さんお好きな調味料でやってみてもらえればと思いますね。はい、ということで、今回はですね、冷凍豆腐を使ったジューシー照り焼きステーキをご紹介しました。いかがでしたでしょうか？本当にね、豆腐の新しい使い方になるので、僕は結構この冷凍豆腐おすすめしてるんですね。でしかもその絹豆腐と木綿豆腐で凍らして解凍した時の食感、味わいっていうのは違うんで、僕はね、その両方ともね、皆さん試していただいて、で好きな方を好きな量に使ってほしいなというふうに思います。であとはですね、ちょっと一応豆腐の冷凍の話をちょっと深掘りしておくとですね、豆腐のように液体状のものを固めたものっていうのをゲル状食品っていうんですね。例えば、こんにゃくとか、ゼリーとか、あとプリンとかですね。これらってすべて、冷凍するとダメってよく言われてましたね。でやっぱりそれは元に戻らないっていうことで、やっぱ食感変わってしまうってことで言われたんですけど、豆腐に関しては解凍後に、食感変わってむしろ面白くなる。弾力が出て面白くなるっていうことだったので、冷凍調理というふうにも言っています。ですので、このあたりでね、ぜひね、活用してもらえればと思いますね。私のこの冷凍チャンネルでは、他の冷凍豆腐のレシピですね、唐揚げとか、そぼろ丼風ですね、こういったものを紹介しているので、ぜひそちらの動画も
ご覧いただければと思います。詳細なレシピは概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそこからご覧いただければと思います。で、その他、家庭できる簡単で便利で、本当に生活が豊かになるような冷凍テクニックっていうのをこのチャンネルではお伝えしています。それ以外にも、おすすめの冷凍食品を紹介したり、そういったこともしております。冷凍に関するいろんな情報が学ぶことができるので、ぜひ皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK!